シビックのハイブリッドモデル2022年式 EHEV です。この動画ではエンジン、加速感、燃費など取り上げていきます。最初に小ネタをいくつか、その後は燃費走行しながら感じた印象を述べています。では小ネタです。ボンネットキャッチのリリースは右にスライドさせます。左手でやりやすいタイプです。エンジンフードを上げるとき、暑さを軽減するため、かどうかは分かりませんが、プラスチックのカバーがついています。ウォッシャー液の注ぎ口はこんなところについています。で、中の口はちょっとタイトで入れるのが大変でした。ゆっくり注いでねって感じです。12V バッテリーはエンジンルームにデザインされていました。もしかしたら室内用ではなくて安価な通常タイプが利用できるかもしれません。ドライブモードの切り替えはナビモニターにも表示されます。ナビで案内中、これがどうなるか確認し忘れちゃいましたので、ご存知の方いらっしゃいましたらどうぞ教えてください。そうしましたらシビックのパワートレーン。システムは新しいエンジンがトピックスで、名称は LFC と進みました。LFA-B ときて今回 C ということですね。エンジン単体の熱効率は 41% 以上と言われています。乗った感じはごく限られた状況を除いて静かで振動が気になりません。また一方で大きく踏んだ時は刺激的な加速をします。加速力に関して言えば最も美味しいのは、停止から80キロぐらいの領域です。で、ここからの加速が力強く加速してくれて、この領域超えても100キロぐらいですとそんなに衰えを感じません。ドライバビリティもノーマルモードでは早開きが気にならず、で、燃費走行も扱いやすいなと思いました。ここからは燃費の話題です。最初は渋滞中に撮影したシーンを流します。平日朝の6時半から7時20分、渋滞する中を1時間弱走ってきました。で、走れた距離は 7.2 キロで、燃費は今 17.3 キロが表示されています。7時ぐらいからはもうほとんど止まっていたって感じですね。ご覧のような形です。で、燃費やっぱりハイブリッドですからこういうところすごいですよね。2000cc のガソリン車でしたら、7キロ台か下手したら6キロ台になりそうなところなので2. 点数倍ぐらい燃費がいいということになりますかね。すごい。で、そうは言っても思ったほど燃費伸びてないです。で、これ途中でさっきクルーズコントロール30キロにセットして全走者追従をしてみたんですけれども、その時のがちょっと効いてるかもしれません。っていうのもクルーズコントロール、人間が操作するよりはやっぱり無駄と思えるような加速もしちゃいますから、その分ですかね。先読みをして加減速を調整する無駄なくっていうところではまだ今のところその人間の方が優れていそうな感じです。快適性はやっぱり気持ちいいです。ごめんなさい、快適性が気持ちいいって変な言葉ですよね。発進が滑らかです。これアクセルペダルが軽くて滑らか、これがそのハイブリッドの特徴に合っていて、すごく車の滑らかな発進というところを魅力を引き立てているのではないかと思います。タイヤが路面叩くような音もちょっと高級車を想像させるような音が聞こえてきまして、履いてるタイヤミシュランのパイロットスポーツ4だったかな、結構いいタイヤというのもあるんでしょうけれども、こういう時のコロ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 って音がなんかいいよねって思える音です。で、それから音で言うと車内止まってる時結構車内静かです。で、その理由の一つがエアコン。今日は冷房のエアコンを使ってます。で一目盛りで風を出しているんですけれども、これが静かですよね。静かでありつつ、しっかり涼しいだけの風が出てますから、いいです。これもやっぱハイブリッドだからこその気配りというかこだわってほしいポイントですよね。で、燃費計が今ちょっと上り坂登ってきたので17キロといったところですね。今7時26分、だいたい1時間走って
1時間で 7.3 キロ走って燃費 17.0 キロが表示されています。続きましては通常走行時の燃費です。交通状況に左右されにくい夜間、100キロちょっと走ってみました。シビックの燃費を見てきます。今回のお題は100キロ普通に走りますすいません。でもそれだけですともうあれなので、100キロ普通に走るのにプラスして10キロを走ります。で、長い区間と短い区間で、これで車載の燃費計がどう表示されるかというのがちょっと気になりましたので見てみたいと思います。というのも短い区間は車載燃費計すごく正確に出てくるらしいということと、車の使い方として1日の走行距離が20キロ未満という方が多いらしいです。今60キロぐらい走ったところです。で、燃費計は今22キロを指しています。で、条件はエアコンがオンです。あとドライブモードはノーマルモードで走っています。もうずっとこのまま行く予定です。それでは行ってきます。途中経過1回目です。さあ、現在72キロのところまで走ってきました。で、出ている燃費は 23.1 キロです。燃費、今ちょっと山のアップダウンのある上りの多いところを走ってきまして、で22キロぐらいで走ってるところが多かったです。で、これが幹線道路の流れの良いところですと26キロ台を示してましたから、このシビックの EHEV ハイブリッドシステムで思うことを述べさせてください。まずシステムなんですけれども、今回からLFC という名称が付けられています。アコードに搭載された時が IMMD と、ごめんなさい、IMMD ですね。IMMD と呼ばれていて、その時が LFA でした。で、そこから、オデッセイが LFB だったかな。で、今回あれですね、LFC3 代目といった感じなんですかね。で、このエンジン、質感がいいです。もちろんガソリンエンジンと違いますから、官能性能とかもうそういう面でじゃないです。音が静かで、聞こえてきても嫌味のある音じゃなくて、振動が上位に伝わってこない。ほとんど来ないです。特にごめんなさい、どっから行きましょうか。音から行きますね。音は、止まってる時なんかは冷えてる時、止まってる時なんかは、かかると騒音に音はします。なのでディーラーとか車見に行って周りから車見て、外から見てると普通にエンジンうるさいよって思うかもしれませんけれども、普通に走っていると静かです。なんでしょう、走っていてエンジンかかったっていうのはあまりわからないんですね。どっちかっていうとエンジン止まったっていうのがよくわかるぐらいの静けさです。で、振動も気になりませんからね。この辺の質感高いです。で、特にこの振動が気にならないというところが、停止からの発進時なんかにも車の質感的にいい部分、良い部分に影響してまして、まずこのアコード、ごめんなさい、このシビックアクセルペダルの操作感がすごい滑らかなんですね。軽くてスムーズに動きます。エンジンかかっても振動伝わってこないですから、この滑らかさは変わらないです。加速感はそうですね、ノーマルモードで普通に市街地走ってる場合ですと早開きが気にならなくて扱いやすいです。で、大きく踏んだ時はゆっくり出始めて少し置いてからぐーんと加速力を増します。で、このゆっくり加速してその後一気に山のように加速力が増すところがターボ車みたいです。で、これが刺激的で気持ちよくて、もうたまらなくて病みつきになっちゃうんですよね。今もこうやって走っていて、もう次信号青になったらちょっと全開にするからちょっと見てってやりたくて仕方なくなっちゃうくらいなんですね。燃費見てるからあれなんですけれども、そういう病みつき感、ラグがとかいいからとか悪いからとかじゃなくて、もう楽しい。で、ほんとこれがもうゆっくり出るところから本加速に移るまでの時間はスポーツモードにすると短くなります。
スポーツモードで1秒ぐらいですかね。おーんってもうちょっとかな。で、加速していきます。ほんとね、加速力強くて、で、100キロぐらいでしたらね、衰えることなく伸びていきますからね。気持ちいいです。で、続いて減速感。まずね、そのアクセルペダルを戻した時の減速感なんですけれども、これもね、滑らかです。まずこのシビック、ボディサイズはね、4500ぐらいとそんな大きくないんですけれども、ホイールベースはね、結構長いです。2730とかだったかな。で、ホイールベース長いので、前後の揺れ感がね、嫌な揺れが伝わってきにくいんですよね。それもあってね、アクセル戻すと、滑らかに、わずかに、減速しているよっていう感触をドライバーに伝えてくれて、かつね、前のめりとか嫌な揺れがね、気になりにくい特性。このあたりはもうね、やっぱり車も400万円クラスですから、で、パドルスイッチを使ってね、4段階に減速力をコントロールできまして、ノーマルモードですとね、戻っちゃうんですけれども、こういう前が赤の信号の時にポーンと落としていったりね、使えます。で、これもね、やっぱり挙動滑らかです。嫌な挙動なくね、かつ4段階全部で節度があって違いがあって、お好みに合わせてね、使えます。で、この4段階の減速力の調整は、スポーツモードにしているときはね、停止の時から固定で、4段階好きなところを選んで走れます。ノーマルモードはね、ある程度走ると戻っちゃうような感じですね。高級感とスポーティー感っていうのがね、両方合わせ持ってるなと思うんですね。停止からの発進時や市街地では、そのね、ちょっと高級車をイメージしちゃうようなね、滑らかさ。それから、山道行った時とか、その車のサスペンションの動き方、ステアフィール、そのハンドルに伝わってくるね、情報の多さ、シートに伝わってくる路面の感覚、そういった部分がね、スポーティーです。で、それ両方ね、持ってるような気がします。ということでね、あとね、加速時の車の演出に関する部分です。まず加速時なんですけれども、この車ね、スポーツモードでアクセルを大きく踏むと、平たく言えば全開にすると、その音的なね、演出がすごいです。もうすごいね、華やかでいいなと思うのはね、まずね、パワーメーター、パワーゲージの動き方ですね。メーターのパワーゲージも大きくね、すごい大きく素早く動くんですね。これもしマニュアル車、VTEC のマニュアル車だとすると、2速でレッドゾーン直前で110キロとか120キロだったと思うんですね。で、そうすると、シフトアップするって言ってもね、間1回、150キロで、3速吹っ切りですから、そこまでやってね、やって4速に入るぐらいってなりますよね。そうすると日常的に音聞くなんてのはね、なかなか難しいわけです。でもこの車はね、もっとクロスレシオっていうのかな、ギア比がショートっていうのかな、クロスミッションみたいって言ってもいいんですかね。100キロぐらいまでに3回ぐらいシフトアップするのかな。ごく停止に近い状態からアクセル全開にすると、ブオーン、ブオーン、ブオーンといった感じでね、何回かそのシフトアップの音を味わえますので、疑似とはいえね、本物より楽しめると言えなくもないところがね、面白いです。で、あと、その、アクティブサラウンドみたいなところで言いますと、この車、アクティブノイズキャンセラーがついてるみたいです。BOSE のスピーカーのエンブレム入ってますから、多分 BOSE のシステムだと思うんですけれども、これね、車内のマイクで騒音を計測して、測定して、で、ノイズをね、打ち消すような音をスピーカーから出して、で、静かにするといったシステムですね。音って波ですから、プラス側の波とマイナス側の波をぶつければ、打ち消し合ってね、音聞こえなくなっちゃうわけです。音楽聴くときはね、その打ち消し合わないようにっていう設定をしていくんですけれども、余計な音消すときにはね、打ち消させるわけです。で、これね、なんか知ってれば、なんとなくね、その、100kHz とかの領域でね、その音消してるんだろうなって想像はつくんですけれども、明確にね、
効いてるかっていうのはね、ちょっと自分にはわからないです。一応ね、原理考えますと、低域ほど波が大きいんでね、で指向性が弱いので打ち消しやすいと思うんですね。言い換えると、波を出してる方の音が気になりにくい、そっちが気になっちゃったらね、本末転倒ですからね。でさりげなく女医にわからないぐらいで聞いてるのがやっぱり一番適切なんということでね、そうなってるんでしょうかね。ってことでね、次の途中経過まで向かいます。途中経過2回目です。現在、走行距離がね 96.4 キロ、一応ね100キロの目安の数値まで走りました。で今走ってて思ったことなんですけれども、まずね前半の50キロに対して後半の50キロはね燃費系の変化が穏やかになったような気がします。で現在ね 96.5 キロ走って燃費系は 24.4 キロです。ちょっと写真撮りますね。これでじゃあ写真を撮ってリセットして、あとねじゃあ10キロ走ってきます。同じようなところをね同じように走って燃費系がねどのくらいが出るのか。さあゴールです。 10.8 キロ走って、25.9 でした。なんかねどこ止めようかな。燃費系は最初のね3キロ4キロは結構上下してたんですね。でそこからは安定してきて、一回上がって下がってきたんですけれども、それで安定してたのでね、もうそれぐらい5キロぐらい走ったらねもう同じような感じといった感覚でした。でねそうだね、ちょっと面白いのがあるんでね、まずじゃあメーター映しますね。はい、ピント合わせます。はい、これが今走ってきた、10.8 走って26という数値です。でこれトリップ B にしますね。B の方は113キロ走って22キロ。最初の100キロと今の10キロと、あと出だしでねちょっと走った数キロが含まれています。でこっちねこの26キロという数値が出てるのと合わせてるはずなんですけれども、22になってねさっき100キロした時より落っこっちゃってるんですよね。この辺ちょっとよくわかんないです。で一応ね走ってきたのは平均時速25キロで4時間35分走って、これがクルーズコントロールの表示ですね。それからですね、右側のメーターの中身を切り替えています。右側は車両の状態などがね表示できます。ナビなんかはね結構シンプルなので、ここからただ自宅や登録地点はねここから選ぶこともできるみたいです。左側はねオーディオ関係です。なのでもっとシンプルですね。 FM、AM、Bluetooth、それからアプリ、テレビ、こんな感じですかね。であと面白かったのが、ちょっと中央のメーターいきます。一つ面白かった機能が車両設定から出すところの先読みアシスト、ここのボタンなんですけれども、これねナビとシステムが連動して、下り坂なんかでね回生ブレーキの量なんかを調整してくれるとか、そういった機能らしいんですけれども、やっぱりねなんか回生ブレーキ強くなったよって時ありましたし、機能してくれてるみたいですね。この車ナビ標準なんでね、今みたいな機能ですとか、あとはねドライブモードを変えた時にこっちにね、モードの切り替えもねなんか出てきますね。これナビ設定中はどうなんでしょうかね。ちょっとまだ試してないです。ナビ使ってる間はねこれない方がいいですよね。であとね、ボタン式のシフトセレクターについて、これねシビック乗るの自分今日で3日目です。であとねホンダ E なんかでちょっと触ったことがあるんですけれども、もうね全然違和感感じないです。並びは B、バック、ニュートラル、ドライブですね。
で、これ結構ね、いいなと思う時もありまして、それはね、前進からバックへ切り替える時。今までね、こう、出してきてピタッと止まって、ココン、ココン、ピーピーピーって感じだったんですけれども、今ね、D で走ってきて、ピピッと止まってね、こう、ピピッとこうバックできるようなね、なんかここが、切り替えが早くなったような気がするんですよね。シビック EHEV、こんな感じで試乗してきました。燃費は大雑把に渋滞中が17キロ、100キロ走って25キロ、同じように10キロ走って26キロという感じでした。ハイブリッド車ですから、最も求めたいのは燃費でしょうけれども、シビックという車の特徴や価格考えますと、常に燃費走行に徹するというのは、ちょっとね、もったいないなって気もしちゃいます。本当飛ばせってわけじゃないんですけれども、せっかくの魅力はね、いっぱい味わいたいものですよね。自分たちも久々に首都高の環状線周りに行ってみようかななんて思っていますで、滑らかな一面と刺激的な一面、そして燃費も優れたフルハイブリッド、もっといろんな場面で乗ってみたいなと今感じています。では動画は以上です。で、すいません。渋滞中ね、ちょっと眠くなっちゃいそうなぐらい、こうね、退屈なんで、もうちょっと喋ってもいいですか？多分ね、これまだあと1時間ぐらい、1時間ないか。こうして渋滞中座っていると、ちょっとね、お尻が痛いです。シートのね、押しの部分硬いんですよね。座面長いのは、着座位置が低いのでね、全然気にならなくて、そのももの後ろとかのね、圧迫感はないんですけれども、シートのね、硬さがちょっとね、感じられます。これね、車の挙動を素早く感じられて、ハンドリングとかのね、判断にはもういい方向に効いてくるんですけれども、渋滞中はこれ、あれですかね、シート硬いとやっぱりきつくなるのかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。